そしたら最後にイタリアンパセリ加えて、ラビオリが茹がったので合わせていきます。トマトのうまみをまとわせる。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はラビオリを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。こっち側がラビオリの生地で、00粉と全卵とオリーブオイルと塩です。で、こっち側がラビオリの詰め物と、ソースになります。で、牛ひき肉、炒め玉ねぎ、生ハムを刻んだものと、あとは水でふやかしたパン粉、グラナパダーノ、全卵、赤ワイン、クミンシード、フェンネルシード、あとはシシリアンルージュとニンニクとイタリアンパセリです。はい、それでは今日はフィアットのコラボシリーズということで、フィアットチンクエチェント E をイメージしたパスタ料理を作っていくんですけど、今日はですね、今までうちのチャンネルで一度もやってこなかったラビオリをですね作っていくんですけど、ラビオリのですね一番基本的なポイントをやっていくので、ぜひ参考にしてみてみてください。はい、それではまずはパスタの生地を作っていきます。まずはボウルに卵液とオリーブオイルと塩を混ぜ合わせて、粉全体に卵液を行き渡らせていきます。で、最初はフォークを使ってやると手も汚れないできれいにできるのでとても便利です。で、一番最初のうまくできる麺作りのポイントは、とにかく練らないでそぼろ状の生地を作っていくイメージです。で、こんな感じになってきたら作業台に生地を出して、ここからひとまとめにしていきます。このラビオリの生地を作るときは、通常のロングタイプの手打ちパスタをやるときよりもコシとか弾力をあんまり意識することが必要がないので、グルテンの成形っていうのはあまり必要なくて、練る作業もですねそんなに難しくないです。で、今日使っていく粉は00粉といって、現地で手打ちパスタ作りに使われる粉で、日本の小麦粉でいう純強力粉です。00粉が手に入らない場合は中力粉か、あとは強力粉と薄力粉を半々の分量で割ったものを用意してください。はい、それではある程度練れてきたので、これは最低1時間ですね冷蔵庫で休ませてください。理想なのは1日ですね、冷蔵庫で休ませてから生地を伸ばすとうまく成形ができます。で、1日休ませた生地がこっちで、もう完全にですね、こっちは今かなりこうプレスしてたので生地が緊張状態、硬い状態なんですね。で、これが1日休むとですね、もう冷蔵庫から出したて硬いんですけど柔らかくて伸びやすい状態、滑らかになっているので、このラビオリの生地を伸ばして使っていきます。はい、それでは次にラビオリの詰め物を作っていきます。で、まずは塩加えます。そして黒胡椒。黒胡椒はできるだけ多めです。で、フェンネルシード。で、次にクミンシードが入ります。で、まずはミートボールとかハンバーグとかですね、肉系の生地をやるときに一番大事なのは、最初は乾燥したものを加えて練るっていうことが大事で、最初に液体のものを入れちゃうと肉にですね塩が浸透していかないので、最初はこの乾燥のものだけ入れて練り始める。これがですね一番美味しくなるまずはポイントです。で、こうやって軽く練っていって、目安はこの赤い肉がですね気持ち白くなってくるまで混ぜ合わせます。はい、そうするとですね塩だけ入っている状態なので、生地がですね粘りが出てきます。この状態が一番大事です。で、ここまでいったらさあ、どんどん加えていきます。で、今日のポイントはですね、この生ハム刻んだもの、これはですね現地の組み合わせで、肉に生ハムが入るとですねさらにうまみをまとって美味しくなります。そしたら炒め玉ねぎ、そしてパン粉を水で戻したもの、パン粉が入ると、要はふわふわなミートボールになります。でももっと肉々しい感じがいいよって方はパン粉の量を減らしたりとか、究極なくすとか、そういうやり方にしてください。で、入ったのでこれをもうですね練るというか混ぜ合わせるだけ。はい、それではある程度練れてきたので、ここで卵をちょっと液体の部分ですね、あとはあればでいいんですけど、気持ち赤ワイン入れてください。そうするとですね、やっぱりお肉もですねちょっと液体が多い方がよりジューシーになるので、この赤ワインがこのミートボールのですねうまみになります。
で今肉の生地がですね少し白くなってきたので、ここまでいったら絞り袋に詰めていきます。でこの肉の生地やる時に気をつけなきゃいけないのが、冷たい状態でやらないとどんどんこの手の熱でですね肉が温度が上がってですねべちょべちょの生地になっちゃうので、できるだけこういう食材とかこのボウルとかもですね冷やしておいてやったらいいです。はい、それではこれ今絞り袋に入れた生地なんですけど、これ一旦冷やして冷蔵庫で休ませていきます。で今回このフィアットチンクエチェントリーはですね、電気自動車なんですけど、サスティナブルな要素だったりとか近未来的な洗練されたイメージがあるので、ミートボールのごちそう感をですねラビオリの詰め物として、でそのラビオリにはボットーネっていう丸い可愛い手打ちパスタがあるんですけど、その丸いフォルムをフィアットのですね丸みのあるイメージと合わせて創作しました。はい、それでは休んでたこの生地をですね伸ばしていくんですけど、今日はちょっと分かりやすくまな板の上でやっていきます。でこのラビオリの生地って結構ですね加水率が多くて柔らかいので、必ずですねちょっと粉を軽く打ってからやると生地がですねくっついて失敗っていうことがなくなるので、ちょっと粉打った状態で伸ばしていきます。で伸ばす時も最初にもうこの四角い状態を最初作ってあげる、この状態から伸ばしていきます。で通常はパスタマシンを使ってもう一気に伸ばしていくんですけど、今日はですね簡易的な作り方、綿棒で伸ばしていきます。でまずはこの生地を縦、そしたら次は横で、もう基本的にですねこの縦と横を繰り返すだけです。余計なことはしないっていうのがポイントですね。でイメージはもうこのまな板が長方形だと思うんですけど、長方形に伸ばしてあげるイメージですね。で縦ともう横を繰り返して伸ばしていきます。そしたら今生地がですねだいぶ伸びてきたんですけど、ラビオリの生地っていうのは普通の手打ちパスタのロングパスタと違ってですね、これは畳んで畳みます。畳んで生地をラビオリを作っていくので、要はロングパスタはこれ1枚の薄さだと思うんですけど、2倍の厚さになるのでかなり薄めに伸ばさないといけなくて、目安はこう生地に手をかざした時に透けている状態、ここまで持っていくことが一番大事です。あと今日はですねちょっと分かりづらいので、この端の部分は落としちゃいます。落としちゃって、でこういう端の部分はマルタリアーティっていうパスタになるので、こういうのは取っといてスープに入れたりするといいです。で今形が長方形に作れました。そしたらまずは最初半分に折ります。で半分に折って、ここが真ん中、今日はですね一回こう切り離して考えます。でここの生地にこういうセルクルがちっちゃいのがあるんですけど、これをですねここに今詰め物をしていくので目印をつけていきます。軽くです。でこの目印をつけたところ真ん中にこの詰め物を絞っていきます。で絞る時は欲張らないってことが大事で、ほんとちょっとずつですねやらないとそもそもですねこの可愛い詰め物にならないので、絞った時にもうこれぐらいで、これから生地をですねかぶせて形にしていくんですけど、やっぱりラビオリってですねイタリア料理の中でも難しくって、手際よくやらないとですねどんどんこの生地が乾燥していって形にくっつかない状態になってしまうので、そういう時はですねプロの人はもうすぐ早くやっちゃうんで必要ないんですけど、ちょっと手に水をやって軽くこう塗ってあげると、これが接着するので乾燥しないでくっついた状態にできます。これをハケでやってもいいんですけど、手の方がですね間違いないです。でそしたらこの生地をかぶせます。上にかぶせる。そしたらこの手とか使ってこの空気を抜いていくっていうのもいいんですけど、セルクルのですねもっとちっちゃいものをこの生地の上にかぶせる。そうすると見てください、かわいい形や肉がですねちょうど生地に収まった状態になるので、
でできるだけこう空気をですねが中に入らないように抜きながらやる。そうちょっとこれもですね押しすぎるとですね生地がちぎれちゃうので気をつけてください。はい、でここまでいったらさっきのセルクルこれをバランスよくですね、であとは押して、はい、そしたら見てください。このかわいいラビオリですよ。めちゃくちゃかわいいですよね。でこれがイタリア語でボットーネと言います。ボットーネっていうのはボタンっていう意味ですね。そしたら今形になってるんですけど、念のため水塗ってたら、茹でてバラバラになることはないんですけど、軽くですねここ端の部分をですねちょっと、そうするとよりいい状態のラビオリになるので、これを茹でてパスタソースを仕上げていきます。これはですね通常ラビオリっていうのは火を通した詰め物を入れるっていうのがイタリアのやり方なんですけど、今日はお肉の肉々しさとかちょっとイメージにいった餃子に近いような肉々しさを出したかったので生のものをやってるので、ここでですね結構6分ぐらい茹でていきます。でこのお湯の中にはですねだいたい 1% の塩が入ってるっていう状態ですね。でポコポコしたお湯の中で6分茹でていきます。茹でてる間に簡単な合わせるソースを作ります。はい、それではまずオリーブオイル、あとはニンニクを加えて、で最初にアーリオオリオのベースを作ります。はい、それではふつふつニンニクがいってきたので、この状態でごく弱火にしてじっくりとニンニクの香りを引き出していきます。でニンニクに軽く色がついてきたので、そしたらですね今日シシリアンルージュを輪切りにしたもので軽く塩ですね、でここで今日はですねソースというよりはワイルドな付け合わせっていうイメージで、もうトマトを軽く加熱してで柔らかくなったらイタリアンパセリでつないだようなですねちょっと大地をイメージしたソースです。でちょっともうトマトがぐずっとしてきたので、そしたら最後にイタリアンパセリ加えて合わせる。で軽く茹で汁でつなぐ。でソースはですねこれだけなんですけど、これを肉がたっぷり詰まったラビオリを合わせるともう格別な味わいなんですよ。でこの状態でラビオリが茹で上がるまでちょっと火を切って待っておきます。はい、それではラビオリが茹がったので合わせていきます。で最後に強火で軽くこの水分を詰めてトマトのうまみをまとわせる。はい、それではラビオリにいい感じにソースが絡んだので盛り付け入れます。はい、これでミートボールを詰めたラビオリの完成です。はい、それではいただきます。これはもう完全に一口食べたらミートボールパスタですね。で今日のこのラビオリはですね、まずは牛のしっかりとしたジューシーな味わいがきて、そこに生ハムのうまみが乗ってきます。で噛んでいくとですねフェンネルシードがふわっと香ってきて、それがですねやっぱりイタリアらしい香りなんですよね。そこにですねやっぱりチンクエチェントっていうのは日常に溶け込んだ親近感のある車でもあるので、そこに合わせてですねクミンシードのカレーの香りがあるとちょっとグッと寄っていくんじゃないかなっていう僕の中のイメージですね。なんですけどこれラビオリで結構洗練されてるので、その洗練されたイメージに今回のチンクエチェントいいを合わせたっていうような料理になってます。10月の28日に静岡県の浜松市でフィアットピクニックっていう大きなイベントがあるんですけど、そこに僕も出演予定なので、よかったら概要欄見てみてください。一般募集はもう終わってしまってるんですけど、今回ですねファビオ飯の視聴者さん特別枠の募集がですね開始されるので、取れなかった方もですねもう一回見てみてください。
はい、ごちそうさまです。今日のこのラビオリなんですけど、チャンネルでも初めてラビオリやったのでぜひ作ってほしいんですけど、ラビオリちょっとハードル高くてできないよって方はですね、詰め物のミートだけ作っても普通のミートボールパスタとしても最高なので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いつも通りちょっと遠くのスーパーへ買い出し行ってます。乗り心地は最高ですね。電気自動車なので立ち上がりが早くてですね、ストレスなくスムーズにスイスイ行けるところ最高です。この車の好きなところはスタイリッシュで、僕丸みがあるフォルムが好きなので、形とあとは可愛いところですね。